皆さん、こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今、家に帰ってきました。パンを買ってきたので、まずパンを紹介します。いきなりパンを紹介するっていうね。はい。これは、明太パスタのパンです。ちょっと見せた方がいいな。ちょっと手洗いますね。今手洗いました。パンを見せます。皆さん焼きそばパンとか聞いたことありますか？パンなんだけど、パンの具材として、こういう麺類ですね。これパスタですけどね。こういうのがあります。あともう一つ買ってきたのが、カレーパンです。カレーパン。これ中身見たいですよね。ちょっと切ります。待っててね。皿。どうやって切ったらいいかな？まな板。ちょっとこの小さいまな板を使って切ります。包丁。これは包丁です。なんかお皿に乗せますね。よいしょ。これでいいかな。はい。カレーパンです。外は揚げてあります。油で揚げてあって、中にカレーが入ってます。ちょっと食べていい？今2時半、もう2時40分か。ちょっとお昼ご飯食べる時間がなくて、そう、今日ちょっと学校の仕事があって、今帰ってきたばかりなので、ちょっと食べます。手でいい？ちょっと洗ったから手、いただきます。カレーはそんなに辛くないです。でも甘口ではないと思います。美味しい。もう一回手洗います。大丈夫？口の周り。今日の生活で使う文法を皆さんに紹介したいと思います。でも、1回目の動画が上がってると思うんですけど、この動画では、文法を細かく教える。というよりは、私が話しながら、皆さんもリラックスしながら聞いて、こうやって会話で使うんだなとか、こうやって日本語のネイティブスピーカーは日常生活で使ってるんだなっていうのを理解してほしくて、この動画を作っています。なので、上級の人が見てもいいと思うし、あと、勉強して、復習のために見るのもいいと思います。ちょっと暑いので、ジャケットを脱ぎますね。で、今日紹介したい文法は、切るです。私さっき、カレーパンを切りましたよね。これはカットするの意味ですよね。でも、切るってすごくいろいろな意味があります。で、今日紹介したいのは、例えば、使い切る。使い切る。使いは使います。使うのます形ですよね。で、その後ろに切る。これどんな意味だと思いますか？使い切る。使い切る。例えば、例文ね。今月の給料を使い切った。今月の給料を使い切った。どんな意味だと思いますか？はい。切るっていうのは、最後まで全部何々するという意味です。だから私が今言った、今月の給料を使い切った意味は、今月の給料を全部使いましたという意味です。もう今月の給料は残っていません。ありません。全部使いました。これが使い切るです。この切るは本当に日常会話でもよく使うので、皆さんも日本語で話すときにぜひ使ってみてほしいです。あと多分日本人と話してると多分出てくると思うので、その時に動詞のます形プラス切るだから、全部何々したっていう意味だなって分かったらもう理解できてるので素晴らしいと思います。じゃあ今度は今切るって言いましたよね。じゃあ、切れないだったら
どうなりますか？例えば、フルマラソンに参加したけど、走りきれなかった。走りきれなかった。フルマラソンって何キロメートルありますか？ 42.195 キロですよね。で、フルマラソンに私は参加しました。でも、30キロまでしか走れませんでした。ゴールまで走れなかったという意味です。この時に走りきれなかった。最後まで何々することができない。これが切れないです。最後まで全部何々することができない。これが切れないです。例えば、こんなにたくさんの料理食べきれない。こんなにたくさんの料理食べきれない。料理がたくさんありすぎて、私はこのすべてを食べることができません。この時に食べきれないを使うことができます。はい。でもね、ちょっと一つ、これ聞いたことあるかな？飲み干す。飲み干す。うん。これ、飲み切るって言ってもいいんですけど、例えば、ビールを一気に飲み干した。ビールを一気に飲み干した。この飲み干すも全部飲むという意味なので、もし飲み干すっていう言葉を聞いたら、あ、全部飲むだなっていう意味だってすぐ分かったら素晴らしいと思います。ビールを一気に飲み干した。だからもうグラスにはビールが残っていない状態。全部飲みましたという時に飲み干したを使うことができます。あとよく切るで使うのは、これは切れるなんですけど、例えば賞味期限が切れる。賞味期限が切れる。賞味期限って何のことかわかりますか？賞味期限もあるし、消費期限もあります。これ私何回か説明したことがあるので、もし今すぐに思い出せる人がいたら素晴らしいです。例えば、ちょっと待ってね、これいいんじゃない？これ、オリーブオイルです。で、これ見えるかな？ちょっと後で、写真貼っときますね。ここにね、賞味期限だね、これ。賞味期限と書いてあって、26年の10月15日までと書いてありますよね。賞味期限は、この日まで美味しく食べることができる、または飲むことができるで、消費期限はもうここまでに食べてください、飲んでくださいっていう違いです。で、賞味期限が切れるだとどういう意味だと思いますか？賞味期限が切れる、消費期限が切れるっていうのは、もうその期間が終わったという意味です。あとよく使うのが、例えば、パスポートの有効期限が切れる。有効期間とも言うと思うんですけど、例えば、日本のパスポートって5年と10年があります。じゃあ、パスポートの有効期限が切れた。どういう意味になりますか？もうその有効な期間が終わったという意味です。だからもし私は、じゃあ来月海外に行きたいなら、もう有効期限が切れてるから、またパスポートを更新しなきゃいけないですね。更新する、または新しく作らないと海外に行くことができません。期限が切れるとか、期間が切れるっていうのは終わるという意味です。結構その、切るとか切れるには終わるっていう意味もあって、例えば、あと、電話を切るもそうですね。例えば友達から電話が来て、これは電話に出るです。でも、もう電話で話が終わりました。さよなら。ピッ。これは電話を切るです。電話を切る。で、あとね、縁を切るっていう言い方もよくあるんだけど、聞いたことありますか？例えば、あの友達との縁を切った。縁を切った。この意味は簡単に言うと、その友達との関係をもう終わりにしたっていう意味です。今までは友達でした。仲が良かったです。でも例えば何か友達と私の間でトラブルがあって、大きな問題があって、もう友達の関係を続けることができない。
もう私はこの人と人間関係をやめたい。この時に縁を切る。というふうに言うことができます。もうあの人とは縁を切りました。じゃあつまりもう連絡もしない。会わない。話さない。ですよね。はい。この時に縁を切るを使うことができます。はい。こんな感じで今日は簡単に切るのいろいろな意味を説明しました。最初は文法の切るですね。動詞のマス形プラス切る。で、最後まで全部何々するという意味です。あとは、賞味期限が切れるとか、パスポートの有効期限、有効期間が切れる。これはその期間が終わるという意味です。はい。これも見たいよね。あんま見せてなかった。急に。明太パスタのパンです。これは半分に切らなくてもいいか。あ、でも一応切っとく。なんか見ますか？同じですけどね、見た目と。こういうパンのことをね、コッペパンと言います。コッペパンの中にジャムが入ってたり、結構いろんな種類がありますね。断面はこんな感じです。断面。食べていいですか？はい、今日の動画はここまでにしたいと思います。もし、もう勉強した文法なんだけど、どうやって実際に日本人が使ってるかわからないとか、ちょっとこの文法わかりにくいからもう一回勉強したいっていう文法があったら、ぜひコメントで教えてください。あと、ちょっと毎回言うの忘れちゃってるんですけど、私の動画には15言語の字幕がついていて、文字起こし機能っていうのを使うと、2つの言語で見ることができます。なので、この動画もね、最初に言えばよかったんですけど、もしね、日本語でもわかりにくいなと思う、文章とか単語があったら、ぜひ字幕起こし機能を使って皆さんの言語と一緒に見てみてください。私は基本的に学校でもオンラインでも日本語で日本語を教えています。で、この動画でも皆さんにたくさん日本語を聞いてほしいんですよね。なので、日本語で説明するようにしています。これが分かったら本当にちゃんと理解できてると思いますし、聴解の練習にもなると思いますので、ぜひこれからも見てもらえたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。